今日は私がテスト勉強の時に使っていたプリントやノートの紹介をしていきます。よかったら最後までご覧ください。まず今画面に見えているものがノートとかプリントとか自分で書いたものになります。まずは使ったものから紹介していくんですけど、こちらがメインのノートで、これは無印で買った文庫本ノートっていうやつです。100円ぐらいで買えます。サイズはいろいろあるんですけど、私はこのちょっとちっちゃめのやつを選びました。この薄いペラペラのノートはダイソーに3冊セットで売ってるノートのうちの1冊です。これは方眼タイプのものなんですけど、他に罫線が引っ張ってあるノートだったり、種類が違うノートが3冊入っているものです。これはレポート用紙で作ったやつなんですけど、これもダイソーで買ったやつです。だいたいレポート用紙はレポートを出す時用に使うやつは A4 版を買うんですけど、自分の勉強で使いたい時は B5 版を買います。これも B5 です。あとはこれは A4 のプリント自分で作ったやつで、これは B5 です。で、付箋なんですけど、この上に出てるやつは今廃盤になってしまって売ってないんですけど、数年前にダイソーで購入したものになります。フィルムタイプの付箋になっています。この横からピョンって出ているものはこのダイソーで買った付箋になります。この下からちょっと出てるこのピンクの付箋はポストイットの付箋になります。後ろ側にちょっと変わった色のアリエクスプレスで買った付箋です。実物はこんな感じです。この紙は無印のメモ帳に書いたやつを貼りました。ちょっとボールペンとか蛍光ペンはその時の気分で選んだりしたものなので、特にこだわりはないです。なので紹介は割愛します。ということで、まずこちらのメインのノートから紹介していこうと思います。このノートは前回動画にした時に約50万回ほど再生していただいた時のノートなんですけど、大きさを比べるとこんな感じで、今回のノートは前回使ったものより小さいものです。特に理由はないんですけど、前回のノートはセリアでしか手に入らなくて同じものが買えないっていう意見をいただいたので、全国的に手に入りそうなノートを購入して実際に使って皆さんに紹介しようかなと思い、これを選びました。もう一回り大きいサイズのでもよかったんですけど、ただ単に自分が小さいノートを使ってみたかったっていうだけなので、それぐらいしかこだわりはないです。前回使ったノートの紹介で言ったように、特に科目ごとにこだわったりとかはしなくて、ただ単に私は書類の管理が下手くそなので、一冊のノートを持ち歩いてればいいようにっていうことで、全ての科目を一冊のノートにまとめてる形になります。何も考えずに書きたいことだけを書くっていう感じでこのノートは使ってます。なのでこの1ページ目でも分かるようにかなり余白が残ってたりします。こんだけページ数あるとそんなに使い切らないかなって思ってるので、かなり自由に使いました。前回と同様書きながら暗記したり散らばった知識をまとめるっていうのがこのノートの目的なので、教科書だったりレジュメだったりを写してることが多いです。
で、この辺はもう本当に覚えなきゃいけないところなので、理論と関連づけて覚えられないってものがかなり厳しいところだと思うんですけど、自分で語呂を考えてみたり、ネットから拾ってきたり、またそれをアレンジしたりして頑張って覚えました。で、こんな感じで反復してみたいなっていうところにこういうフィルムの付箋を縦向きに貼ってます。で、何が書いてあるのかっていうのが分かるように衛星の語呂だったりってことを書いてます。勇気とかはかなり理論チックな感じで考えた方が全然暗記するよりいいので、この辺はちょっとレジュメがわからなくて自分でネットで調べて書きました。この辺はかなり字が丁寧だと思うんですけど、考えながら書くと字が綺麗になる傾向があるようで、まだ落ち着いた感じで書いてます。この辺は後で見返したりした時にもわかるようにちょっと詰め詰めで自分の参考書を作るようなイメージで書きました。この辺は有機化学です。で、この辺から暗記が入ってくるんですけど、構造式だったりはその詳しく覚えなくても概略図みたいな感じで、ここ本当はね弁前巻のような巻構造があるんですけども、そういうのを丸っていう感じで自分で頭の中でイメージを作って覚えてました。これも本当は巻構造があるんですけども、そういうのを書く時間ももったいないので丸として覚えてました。で、この辺は国家試験の過去問を解いて、ここ自分に甘いなっていうところをノートに書いてるだけなので、特に復習したりとかはなくて、マーカーとかは全然引いてません。で、この辺からは生理学みたいなものをきちんと理論で理解しようと思って書いたものです。この辺は復習をしたので黄色いマーカーが引いてあったり、あとこのボールペンで書いたやつは後から付け足したものです。で、こういうのは薬が見えるから引っ張って印刷して貼りました。で、これは正直、絵描くのがめんどくさいなと思ってやったんですけど、結局切ったり貼ったりするのもめんどくさくて、そういう労力を費やした割に特に使うこともなかったので、これはかなり無駄な行為だなと思いました。次回からはやめます。こういうマーカーを引いてあるものは2週目3週目復習したよっていうマークです。最初はこんな色はついてなくて、で復習する時にここ大事だなって思ったところをマーカーするようにしてます。これは新薬の添付文章を印刷してそれを切り取って貼りました。これも別にこんな面倒な作業しなくてもノートにただ書いた方が私は効率が良かったなって思います。このノートはずっと保存しておくつもりでいるので、そういう目で見たら良かったのかもしれないんですけど、ちょっと定期試験っていうスケールで考えるとこれも無駄な行為だなと思いました。ただ勉強する気になった感じで収穫できたものはかなり少なかったです。で、この辺からガンで結構自分が苦手だなってことに気づいたので細かくやってます。で、この使用マーカーっていうのはかなり聞かれるところらしいので、まとめて赤シートで隠せるようにマーカーを引いてました。で、付箋もつけてました。集中力が切れた瞬間にこのページに戻ってきて赤シートで隠して暗記してっていう作業をしてました。この辺はレジュメを結構写してます。で、この辺は過去問を解いてちょっとやばいなって思ったので病態の復習を慌ててやってます。これは語呂ですね。カリブ海っていう感じで覚えました。薬の名前を覚えるのが本当に一番辛いんですけど、こうやってグルーピングして共通の言葉、共通の部分を持ってるこのステムっていうんですけど、そういうのがある時はこれでまとめて覚えます。この辺は本当に最後の最後まで苦手だったのでかなりマーカーも目立ってるかなと思います。字も汚いんですけど、この辺からいきなりボールペンで書いてるんですけど、これは単に気分で書いただけです。これは左に書いてある通り青問をひたすらテスト対策として解きました。その時にこれテスト本番で出たら引っかかっちゃうかもっていうものを解説見ながらまとめたものです。これもさっき言ったのと同じで最初はシャーペンだけで書いてたんですけど、青問も繰り返し解いたりしてたので、そういう時の復習した時にこれまだ怪しいなって思ったものをマーカー引いてます。この辺はまたガンに戻ってきてます。このネイ
イビーみたいなブルーグレーみたいな色はサラサーだったと思います。なんかこのボールペンの方が字が綺麗に書ける気がして買いました。この辺はまた法律系です。できるよ。この頃にはかなり解ける問題も多かったんですけど、ただ一つ一つの設問に対してなんでこれは間違ってるって聞かれると説明できなかったり、消去法だったら答えられるみたいな感じのことが多かったので、その細かいところを疲れた時に自分が困らないようにまとめてあります。これはかなりやってよかったですね。法律って結構重箱の隅をつつくような問題が出たりするのでやってよかったですね。でこの辺は5問解いててちょっと詰められてないなっていう範囲のところをまとめ出してます。これはまた衛星ですね。こんな感じですっきりまとめとけば試験前も見やすいかなと思って多分手をつけたやつだと思います。でこの辺からはノートの向きを変えて有機の構造とか反応の勉強をしました。これは本当に直前にやばいと思って焦って書いたものなんですけど、ここはかなり粘ってよかったなって思うポイントです。構造式とか反応式を書くときってこの向きだとノートに収まらないことが多いので、こんな感じで広くスペースを取って使ってます。この辺は衣書いてあります。また後でもう一回復習することになるのがさっきの範囲です。この辺は2回目の試験が近づいてきた時から勉強したやつで、こんな感じ。ちょっと仕組みが難しかったので一回図を書いて理解しようと思ってやりました。はい、ここからですね2回目やっとテストが受けられるということで、ちょっとまだ抜け落ちてしまってたところがあるので、さっきと全く同じことが書いてあると思うんですけど、もう一から復習という気持ちでやりました。この黄色いマーカーはテスト当日の朝に引いたものです。でこの辺はちょっと使い切らなかったやつで、実は後ろからもこのノートは使ってます。この辺は英単語最後テスト前に確認できるように作ったものです。無印のメモ帳にとりあえず全部書いてテープのりで貼りました。でこの辺は構造式を1ページに1個書いてるっていう感じで、なんか注意点とか他に覚えなきゃいけないこともあれば追加で書いてます。でこれはなんでこんなスカスカなのかっていうと、一つのページに一つの構造式を書いて後で追加情報を書き込んでいこうと思ったんですけど、直前になってそんな時間がないっていうことに気づいて結局空白のままになってしまったのがこの部分です。この辺はちょっと有機の試験で構造を書かされそうだなと思ってちょっとうまく書けないところだったので繰り返し練習しました。まず勉強を始める前に2回ぐらいやって、で勉強してキリがいいかなっていうところでまた2回書いてっていう感じで練習して、最終的にこれぐらいで書けるようになりました。本番でも書くことができました。この辺も同じやつです。ということでこのノートは以上です。次はこのダイソーのノートなんですけど、これは主に問題演習に使いました。見てもらえばわかるんですけど、これは国家試験の過去問をテスト対策として私はよく使うんですけど、その解いた形跡というか自分がどの選択肢を選んだのかっていうのを記録しておきたくてわざわざノートに書きました。大体問題演習はいらない紙に解いて解き終わったら捨てちゃうってことが多いんですけど、ちょっと問題の量が多すぎて何回も回せない状況だったので、せめて自分がどれを選んだのかっていうのだけは記録しようと思ってこんな形を取りました。この辺は全部書いてる。一見数字は書いてるだけなんですけど、解くのにはかなり時間かかってます。で一応解いた日付を復習の目安とできるようにこういう日付とかも書いてます。これは実際国試の過去問を解きながら、ここなんか自分で説明できないなとかちょっと怪しいなっていうところをまとめたものです。どっちかっていうとこっちのノートは授業ベースのノートなんですけど、授業中に国家試験の過去問とかは全然扱わないので、広い目で見たら受験勉強みたいな感じのノートになってるのがこっちのノートです。はい、これも結局使い切ることがなくてこんな感じで終わってしまいました。であとはプ
プリント類の紹介なんですけど、これは法律の仕組みを自分で説明できるようにならないといけなかったので、まずワードで全部バーって書き起こして印刷して、これをひたすらテストまで暗唱しました。後で Vlog とかで様子見れると思うんですけど、これを暗記できたかなって頃に録音アプリを使って録音しながら暗唱して、自分がどこがつまずいてるかっていうのを確認して、そういうところにこういうマーカーを引っ張ってます。でこのマーカーを引っ張ったところを気をつければ、次暗唱した時はその気をつけるべき箇所が多分治ってるはずなので、そんな感じでどんどん穴を潰していきました。これがこのプリントです。これは一問一答で、ちょっとノートに書くのが手が痛くなってしまった時に、こういうレポート用紙を使って一問一答を書きました。多分これを他の人に渡すとちょっと何を聞かれてるのか分かんないっていう感じの一問一答なんですけど、自分で分かればいいので、かなり端折って書いてあります。ここをたりすればミニテストみたいなのもできるし、私はいらないメモ紙でこういう風に隠しながらやってました。できるようになったらここにチェックをつけたりしてあります。でこれは記述問題の対策として作ったプリントで、これは A4 版で作成したものを 2in1 で印刷しました。一通りワードで打って、で 2in1 で印刷して、大事だなっていうところにマーカーを引いて暗記してっていう感じで使ってました。前に動画に出したんですけど、英単語の一問一答、これは Excel で作ったもので、オレンジで印刷すれば赤シートで隠せて暗記できるので、これは授業と並行して作ってたものです。なのでテスト前になったら今まで作りためてたものを印刷して暗記に使うっていう感じで活用していました。英語のテストの直前になって単語がすごく大事になってくるんですけど、まずは単語プリントから作るってなるとかなり時間を食ってしまって、私の場合平気で4時間5時間ぐらいプリント作りに時間を使ってしまって、そこがかなりもったいないなと思ってたので、今期は授業と並行しながら、並行しながらつっても忙しい時はできなかったんですけど、最大でも1ヶ月は放置しないように授業と並行してこういうプリントを Excel で作りためてました。これはこの範囲が苦手なので、薬が見えるから図を引っ張ってきて、それを拡大コピーして上から自分でメモをして書いたものです。でこれも薬が見えるのがんの範囲を図だけ引っ張ってきてまとめたやつなんですけど、まずがんの勉強何から始めていいか分からなくて、ノートを書く前にこのプリント作りから始めたんですけど、これだとかなり難しすぎちゃってとっつきにくくて、結局作った意味はなかったなって思いました。これはまた国家試験の勉強する時にできたらいいなと思うぐらいです。はい、ということで今回は私のテスト期間ノートの紹介をしました。よかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。